みんなはさ、日本の恋愛における告白文化って知ってるかな？もしかしたら知らない人もいるかもしれないから、それについてはね、後でちゃんと詳しく説明しようと思うんだけど、はい、今日はそんな日本の恋愛の告白文化がなぜあるかについて、詳しく話していきたいと思います。今日もよろしくお願いします。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。はい、皆さん、こんにちは、ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。今日僕がね、日本の恋愛について語る上で、参考にした参考文献がありますので、まずそれを紹介させてね。はい、今日も、2ページにわたって紹介させていただきます。はい。この2ページだね。今回も日本語の情報だけを取り扱います。僕が話す情報の、ソースが気になる人がいたらね、このページというか、この画面に表示されている URL 等から、元の記事をチェックしてみてください。はい。じゃあ、早速話していきますか。ね。まず最初にね、告白って何なのかっていうことをみんなに話さなきゃいけないよね。日本の恋愛に告白文化があるとだけ言っても、みんなは告白って何ってちょっと混乱しちゃうよね。ということで、まず最初に告白がどういうものなのかについて話していきたいと思います。はい。で、告白って何かっていうとね、好きな人の彼氏とか彼女になるために必要なプロセスなんだよ。で、このプロセス、必要じゃない国、必要じゃない地域もあると思う。で、どちらかといえば、必要じゃないところの方が多いのかな。だからね、日本の告白文化、すごい特徴的だって言われることが多いんだよね。で、告白って具体的にどうやってやるのかっていうとね、好きな人に好きです、付き合ってくださいとかね、僕の彼女になってくださいとか、私の彼氏になってくださいっていうことで、彼氏とか彼女になることができるんだよね。で、そしていわゆる付き合っているという状態になるんだよ。で、この僕の彼女になってくださいとか、私の彼氏になってくださいっていうことを告白って言います。はい。で、さっきも話したけどね、この告白文化、どうやら日本独特の文化っぽいんだよね。で、みんなの国ではどうかな。日本だとね、カップルになるためには告白っていうプロセスを必要とする場合が多いと思うんだけど、みんなの国だとさ、同じような文化あるのかな？告白しなきゃいけない文化ある？国によってね、違うかなとは思うんだけど、もしかしたらね、日本みたいに、告白しなきゃいけないっていう、そういう恋愛文化持っている国もあるかもしれないんだけど、とにかく、日本のこの告白文化っていうのがね、欧米にはないっていうことは、多分確かだと思うんだよね。もしね、自分の国で、日本みたいな告白文化があるよっていう人がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい。でね、そもそも恋愛の順序、恋愛の順番というものが日本と欧米とでは全然違うんだよ。全然違う。何の順番のことを言ってるかっていうとさ、日本の場合はね、告白して付き合ってから手をつないだりとか、あとは頻繁にデートに行ったりとか、あとはスキンシップを取ったりとかするんだよね。だから告白をして彼氏と彼女とかそういう関係になってからより親密な関係性になっていくんだよ。だから意外とね、
その付き合うまではお互いのことをあまり知らなかったりする場合も結構多いわけ。うん。だけど、多分だけど、欧米の場合はさ、デートとかして親密になっていって気づいたら彼氏と彼女とかそういう、恋人関係になっていくんじゃん。うん。でしょ？だからね、欧米の場合は、明確にいつ恋人関係になったのかって結構あやふやっていうか不明瞭な場合も多いと思うんだよね。うん。だけど一方で日本の場合はね、結構しっかりと決められてるんだよ。その付き合い始めた日っていうのがね。うん。だから、日本で、カップルがいるとして、日本にさ、みんなが来たら、カップル見るじゃん。その街中でたくさんカップル歩いてるよ。で、その人たちにね、あなたたちの記念日はいつですかって聞くと、結構な、かなり高い確率で、二人の記念日、その人たち把握してると思うんだよ。うん。片方の人が、告白して、もう片方の人が、了承した日が付き合い始めた日で、その日を記念日って呼ぶカップルが多いんだよ。うん。で、その記念日を起点とした、1年記念日とか、2年記念日とか、そういう記念日にお祝いをするカップルも多いんだよね。うん。だからね、僕なんかがね、インスタグラムを見てると、今日は何年記念日でしたとか言って、どっかのいいホテルに泊まっている、そういう写真を投稿している人もいるんだよね。うん。だから SNS に上げて、みんなに報告するような、そんな重要な日なんだよ、記念日って。うん。日本のカップル以外にも、例えば、結婚したらね、結婚記念日とかを覚えている人がいると思うんだけど、どうなんだろうな。日本以外の国だったら、その付き合った日を記念日として覚えている人ってあまりいないんじゃないかな。どうなんだろうね。うん。で、そのスパンはね、そのお祝いするスパンっていうのは、カップルによって違うかな。もしかしたらね、カップルによっては、1年経っても特にお祝いしませんっていう、人もいるかもしれないけれど、人によってはね、付き合い始めてから1週間で祝う人もいるかもしれないし、1ヶ月で祝う人もいるかもしれないし、半年で祝う人もいるかもしれない。それはね、カップルによることかなって思うね。うん。そう。こうやってね、告白する人が多いというか、日本人同士で、付き合う、恋人になるときには、告白っていうプロセスが行われる場合が多いね。で、さっきさ、簡単にその告白の方法について、説明したじゃん。簡単に言うと、好きです、付き合ってくださいとかっていうのを、自分が恋を抱いている人に言うっていうことが告白なんだけど、そのシチュエーションは結構様々だよね。例えばバレンタインの日とかはね、告白する人多いんじゃないかな。バレンタインの日ってみんなどうやって過ごす？日本だとね、特に学生の人は、好きな人に、チョコを渡すっていうことをやることが多いんだけど、チョコを渡すついでに実は好きでした。付き合ってくださいとか、そういうことをね、言うパターンが多いかな。うん。で、今さ、実は好きでしたって言ったじゃん。その実はって、っていう言葉をつけたじゃん。そう。だから、その告白をされる人っていうのは、その告白してくる人が自分のことを好きだって知らない場合も多いね。うん。だから、いきなり告白されて、びっくりする場合も多い。うん。で、この例からもわかるように、そこまで最初は親密じゃないし、そこまで、仲がいいっていうわけではないんだけど、告白して、告白されて付き合うっていうことは全然あること。で、その付き合ってから、すごい親密な関係性になっていくんだよね。うん。
で、他に何があるかな、告白のシチュエーションは。バレンタインデーとかに、そのチョコを渡して、そのついでに告白っていうのは結構あるパターンだと思うんだけど、そうだね。学生の頃のことしか詳しくないね、僕は実は。大人の告白ってね、もっと、なんて言うんだろうな。レベルが高いというか、どうやってやるんだろうね。例えばだけど、綺麗な夜景を見ながらとかね。例えばさ、遊園地に行って、観覧車に乗るとするじゃん。で、観覧車ってさ、夜になると、その観覧車から綺麗な夜景を見ることができるでしょ。特に遊園地とかだとさ、他のアトラクションの、光とかがさ、綺麗な景色を作るわけじゃん。で、そういう綺麗な景色を見ながら、実は好きでした。付き合ってくださいって言って、恋人関係に、なることは多いと思う。うん。で、あと学生だよね。学生だと、よくドラマとかであるのはね、手紙で、今日の放課後、体育館裏に来てくださいとかね、ちょっと言いたいことがありますみたいな手紙を渡して、で、その放課後に体育館裏で告白するとかね。そうだから人に見られないところで、やることが多いかな。だけど、人によってはね、全校生徒とか、学年の人、みんながいる中で告白するっていうパターンも多いよね。学園祭の時に、みんなが見てる中で、告白するとかね。学校のイベントでみんなが見てる中で好きな人に告白するみたいなのはないことがないね。僕も見たことあるしね。で、日本で、日本人のね、SNS の投稿を見てると、そうやって公開告白みたいなことをしている人がね、いて、その様子が動画として、投稿されていることはあるけど、だからね、告白の仕方って結構人それぞれだと思うんだよね。だけど、すべてのパターンにおいて、共通してるのは、ちゃんと自分の思いを伝えてるってことだよね。好きです。付き合ってください。っていうことが、一番王道のパターンかな。うん。そんな感じ。僕が、話した、告白の方法以外にも、いろいろね、方法はあると思うんだけど、そういうのはね、調べたら、出てくると思うから、みんなね、ぜひ各自、告白の方法について、調べてほしいんだけどさ。でも、学園を取り扱ってるようなアニメ、学園が舞台の、アニメとかを、頻繁に見ている人だったら、告白ってどういうものかわかるかもしれない。うん。そうだね。そうやって考えてみると、告白という言葉を聞いて、まず思い浮かべるのは、学生の、というか、学校の風景だね。学生が学生に対して、告白をしているっていうことを結構思い浮かべる。うん。そうだね。中学生とか高校生とかってね、そういう、恋愛とかに、すごい、興味津々な時期ですからね。告白がね、すごい、頻繁に行われてますよ。うん。そんな感じ。告白の詳しい説明はこんな感じです。はい。じゃあ今日の本題に入っていきますか。うん。じゃあなんでその告白文化というものが日本にできたのかっていうことをみんなに今日は話さなきゃいけないね。うん。ということで今日は、とある、専門家の、見解を見ていきたいと思います。はい。家族社会学っていう、そういう、領域があるらしくてね。うん。で、その家族社会学を専門としている中央大学の山田教授という人がいてね。この人、結婚不要社会っていう本で、どのようにして日本の告白文化が生まれたのかっていうことについて述べてるんですよ。うん。で、出版元がね、朝日新聞出版っていうところなんだけど、その朝日新聞出版のウェブページで、その内容の一部が、
一部が記述されておりました。はい。そこから引用しますとですね、高度成長期に、ここで述べた大量の自然な出会いによって日本の恋愛に特徴的な告白文化が生まれましたって、この山田教授は言ってるんだよ。うん。高度成長期に告白文化が生まれたんだね。うん。この高度成長期って何のことかっていうとね、高度経済成長期というものだね。みんなはさ、高度経済成長期って何か知ってるかな？うん。日本には高度経済成長期というそういう時期があったんだよね。うん。高度経済成長期って何かっていうとね、日本の経済がものすごい速いスピードで成長した1954年頃から1973年頃までの時期のことを指します。はい。で、その時期はね、もう本当に日本の経済がものすごい勢いで成長してたんだけど、実質経済成長率がね、なんと年平均で10%前後だったって言われてるんだよ。うん。この時期、この約20年間だよね。この約20年間は毎年10%ずつ経済成長していったっていうんだよ。ものすごくない？うん。こんな時期が日本にはありました。どうだろう、みんなの国では経済成長まだしてるまだしてるっていう言い方おかしいね。世界経済はね、毎年成長してるので、基本的には毎年経済成長してる国っていうのがね、多いと思うんだけど、どうだろうね。日本はね、経済成長止まってるからね、今ね。うん。で、このね、高度経済成長期は、1973年頃に、終わったんだけど、なんで終わったかっていうとね、まず1973年に、オイルショックっていうものが、起きました。はい。で、当時も今も、あまり変わらないんだけど、日本はね、中東の地域の石油にずっと依存していたので、大打撃を受けたと。うん。で、しかもね、変動相場制というものが導入されました。はい。今までね、今までの円の価値というものが変わったんだよね。うん。円高になってしまったんだよ。うん。で、円高になると、日本の輸出品っていうのは、競争力が一気に失われて、日本の経済もね、その成長力が落ちたっていうことなんだよね。だからいろんな悪いことが重なったのかな。この時期はね、僕ももちろん生きてないですから。うん。詳しくは知らないんだけど、この高度経済成長期っていうのはね、やっぱり、日本の歴史を語る上で、避けて通れない内容ではあるから、日本の学生だったらみんなこの時期のことはね、知ってると思うね。うん。で、その1973年頃に終わった、日本の高度経済成長期なんだけど、なんとその翌年だよね、1974年にはもう日本経済はね、マイナス成長になってしまったらしいんだよね。うん。で、ちなみにね、さっきも言った通り、高度経済成長期の頃は、年平均で10%くらいの経済成長をしていたわけなんだけど、今はね、日本の、経済成長率って毎年1%程度。で、1%もいかない年もあるから、なんか悲しいね。日本ではね、失われた20年とか30年とかそういう言葉で、表現されることが多いんだけど、もう本当に長い間、だから20年とか30年とかそういう長い間、日本経済ってね、ずっと成長してないんだよ。うん。で、僕が生まれてからはね、そうやって経済成長が止まっている日本しか見たことがないから、そういうね、経済成長が毎年すごい勢いで達成されてるっていう、そういう時代に生まれてみたかったなとは思うよね。うん。だから、
楽しいんだろうな。毎年暮らしが良くなっていくわけでしょ。毎年、その国の成長が感じられるっていうことだと思うから、それをね、僕も体験してみたかったなって思うんだけど、多分君たちが今住んでいる国では、そういう経済成長、してる国もあるんじゃないかな。どう国の発展感じてる？ちょっと話脱線しちゃったんだけどさ、この高度経済成長期に、告白文化が生まれたってこの山田先生は言ってるんですよ。うん。時期にするとね、さっきも言ったけど、1954年から1973年頃なんだけど、なんでこの時期に告白文化というものが生まれたのか。日本ではね、戦後、だから1945年頃から、この高度経済成長期までは、ほとんどの人が結婚するような社会だったらしいんだよ。で、今と比べると、本当に全然違うよ。今はね、もう結婚しないっていう選択する人が結構多いんだよね。だから、それが日本の少子化につながってしまっていて、今年じゃないか。去年もね、本当に少ない人数しか生まれなかったんだよ、日本人の子供って。確か60万人台だった気がするんだよね。60万人って、結構少なくて、例えばさ、60万人の人が、各世代60万人いたとして、100歳まで、いたとしてもさ、6000万人くらいしかいないってことじゃん。で、今日本の人口って、1億2000万人なのね。だから、60万人しか1年に生まれないって相当少ない数字だなって思うんだけど、はい。そんな感じでね、日本の少子化ってどんどん進んでます。はい。それは、結婚しないっていう選択をする人が増えてるからなんだけど、その当時はね、戦後から高度経済成長期までのこの時期っていうのはね、みんなが結婚してたらしいんだよ。で、その理由が、未婚の男性とか女性が集う組織が、たくさん存在したかららしいんだよね。組織って何だろうって気になるよね。組織って何なのかっていうと、ここで言われている組織っていうのはね、その集落の青年部とか、職場の労働組合とか、あとはもちろん、中学とか高校とかそういう学校だよね。で、その組織の種類はもう本当にたくさんあるんだけど、とにかくそういう組織、青年部だとか、労働組合だとか、サークルだとか、そういう組織がたくさんあった。その地域にもいろんな、一つの地域にもいろんな組織があったんだよ。だからね、例えば、学校とかで、好きな、異性に出会うことができなくても、地域とかね、会社とか、そういう組織、ネットワークを使って、その紹介とかで、恋人になるような人と知り合える。そういう環境だったんだよね。で、同じ組織に属しているっていうことはね、もともとその人が、例えば、この人いいなっていう人を見つけたとして、その人がどういう人かっていうことを、初めから分かることができる。この人の年収がどのくらいだなとか、この人の性格はこういう性格だなとか、そういうのが分かった上で、結婚することができたんだよ。付き合ったりとか結婚することができたんだよ。だから、付き合ってみてから、こんな人だとは思わなかったよっていうようなトラブルは起きなかったらしいんだよね。で、その当時はね、今と違って、一回お付き合いをしたら、その人と結婚するのが当然とみなされてたらしいんだよ。だから、初めて付き合った人と結婚するっていうことが、そういうパターンが、ほとんどだったらしいんだよね。今と全然違うよね。今って、例えば一度付き合ったとしてもね、一度付き合ったとしても、その人と必ず結婚するっていう、そういう風潮はない。一度付き合っても別れたり、
です。また新しい人を見つけて付き合ってもまた別れたりとか、そういうのをね、繰り返すのが、普通かなって思うんだよね、日本だと。うん。ただその当時は初めて付き合った人ともう結婚まで行くっていうのが、そういうパターンがほとんどだったらしいんだよね。うん。で、今話したみたいにね、そういう組織の中で、もうたくさんの出会いがあるらしいんだよ。うん。たくさんの男女の出会いがあるらしい。うん。だから、付き合ってくださいっていう、そういう告白をしないと、例えば男女で一緒にいるとするじゃん。その時に、それが友人関係なのか、それとも結婚を前提に付き合ってるのかっていうのか、区別できなくなっちゃうような感じだったらしいんだよ。うん。だから告白が必要になったらしいんだよね。これが山田教授が言っていることなんだけど。だからね、ただの友人関係から恋人関係の切り替え、切り替えスイッチっていうものが必要だったんだよね。うん。で、こういう大量の異性との出会いっていうのは、学校の共学化によっても増えていったんじゃないかなって考えられていて、昔はね、男だけが通う男子校、女だけが通う女子校みたいなのが、今よりも多かった。で、今もね、日本には、男子校とか女子校ってあるんだけど、今もね、どんどん共学化が進められていってるね。それはね、学校経営的にも、少子化で、どちらかの性別に生徒を絞っていると、誰も生徒が来てくれない、生徒を確保できないっていう、そういう、理由もあるんだけど、共学化っていうのがどんどん進んでいってる。だからつまり昔はね、本当に男子校とか女子校が今よりも多かったんだよ。うん。でもそれ以前はどうだったのかって気になるよね。その高度経済成長期にさ、今説明した通り、組織内でね、大量の異性の出会いっていうのが行われたって言ったじゃん。うん。だけどその前はどうだったのかって気になるよね。なんでその時期に、その告白っていうものが必要になったのか。うん。なんでその時期に、大量の異性の出会いっていうものが行われたのか。それって昔じゃおかしかったことなのかって気になるじゃん。うん。で、この時期より前の時期、もともとの日本はどうだったかっていうとね、ダイヤモンドオンラインという、ところでですね、記事が書いてありましたよ。はい。こちらです。男の子と女の子が毎日一緒にいると、告白をしなくても自然とお互いを特別な関係だと感じ、周りからも付き合ってるのかなと言われることがあった。これはね、いつのことを言ってるかっていうと、僕の、祖父母とかの世代が子供だった頃について説明している文章なんだよ。うん。だから、その当時っていうのはね、だから、今から、70年前とか80年前とかだよね。まだ高度経済成長期になる前の話なんだけど、この時期はね、男女一緒にいると、付き合ってるのかなって思われるような、そう思われる時期だったんだよ。うん。そう思われるのが普通だったんだよ、日本だと。そう。だから、一人の人が複数人の異性と友情関係を持つことってあまりなかったらしいんだよ。うん。だけど、高度経済成長期になると、例えば男性だったら、女性の友達ができる。女友達ができる。しかも複数人の女友達ができるってなると、あれこの人って誰かと付き合ってるのかないや、この人とも付き合ってるのかなで、あの人とも付き合ってるのかそうなっちゃうんだよね。うん、ちゃんと告白しないと。だから、ちゃんと告白して、恋人関係になりたい人にはちゃんと告白して、この人とは付き合ってますよっていうのを周りに示さなきゃいけなかったし、自分たちの中でも認識しておかなきゃいけない。そういう状況になったらしいんだよ。うん。高度経済成長期に、たくさんの人、たくさんの異性と出会う、そういう機会が多くなったからこそ、付き合っているっていうことを明確にして、単なる友人関係ではないっていうことを、
示さなきゃいけなくなったんだよね。うん。で、こうやって考えてみるとね、今と昔って全然違うなって思っていて、さっきはね、高度経済成長期に本当にたくさんの組織があったよっていうことを話したんだけど、さっき挙げた集落の青年部とかって、ちょっと待って、今、僕はね、今東京に住んでるから、集落とかがないからね、こういう青年部っていうものがあるっていう、それすら知らなかったんだけどさ、田舎だとまだ青年部とかがあって、活発に活動してるのかな、どうなんだろう、ちょっと、田舎に住んでる人、もし知ってたら教えてほしいんだけど、あとは職場の労働組合だよね。だけど、その労働組合で活発に活動してます。そこで異性と出会ってますみたいな人ってあまり聞いたことないんだよね。でも、会社によって違うのかな。だからね、そういう、今現在だとね、青年部とか、労働組合とか、そういう組織、こういう組織でね、活発に活動してる人って少ないんじゃないかなって思うんだよね。うん。今はね、そういう、例えば地域のコミュニティだよね。あとは会社のサークルとか、そういう組織に参加したりするよりも、やっぱり家に早く帰ってさ、ゴロゴロ寝ながら YouTube を見るのとかが幸せじゃん。昔はね、そういう、今と比べても、エンタメが少なかったよね。家に帰って YouTube 見るとか、Netflix 見るとかも、できなかったと思うし、やっぱり人と会って、何か活動するっていうことが、一番のエンタメだったんじゃないかなって思うね。だからこういう、青年部とか、労働組合とかっていう、そういう組織が活発に動いてたんじゃないかなって思うんだよね。うん。で、今は、家でゴロゴロしてね、スマホいじるのがみんな一番幸せだと思うからさ、そうなるとやっぱり必然的に出会いとかって少なくなるんじゃないかなって思うよね。で、しかも今はさ、会社によってはもうほとんどの割合でリモートワークっていう人もいるじゃん。しかもその会社とか職場に行ってもね、自分の部署の人としか話しませんっていう人も多いと思うし、そうなるとね、ますます、出会いって少なくなってくるんじゃないかなって思うよね。でも、今でもね、高校とか、大学とか、そういう場所だよね。学校だよね。学校では、男女の出会いっていうものは、たくさん生まれ続けてるんだよね。だけど、結婚を意識し始める年齢ってもっと上の年代じゃん。年代というか年齢じゃん。日本だと、結婚するのって大体30歳とかが多いのかな。30歳前後で結婚する人が多いと思うんだけど、うん。だからね、高校とか大学って、男女の出会いの場として、すごい活発だよね。部活動とかさ、クラスの中とかだけでもいいし、あとはサークルとかで、男女の出会いって多いと思うんだけど、実際に結婚を意識し始めるような、年代っていうのはね、基本的に学校とかに通ってなくて、会社勤めの社会人が多いと思うんだよね。で、これは人によるとは思うんだけど、社会人になったからね、出会いの場っていうものは、結構限られてくるんじゃないかなって思ってるんだよね。うん。そう。だから、今ね、いろんなことを言ったんだけど、何が言いたいかっていうとさ、告白っていうものが生まれた高度経済成長期と比べて、今はね、人と人がね、出会う回数が減ってきてるんじゃないかなって、これは、僕の主観なんだけど、思うんだよね。うん。出会いが、現在は結構少なくなってきたのにもかかわらず、人と付き合うためには告白をしなければならないっていう、そういう文化だけがまだ残ってるんじゃないかなって思っていて、だからこそね、今の若者にとって、恋愛のハードルって結構高いんじゃないかなって思うんだよね。うん。あまり異性との出会いがないのにもかかわらず、付き合うときは
告白をしなきゃいけない。で、告白もね、絶対に成功するとは限らないからね、好きです、付き合ってくださいって自分が思いを寄せている人に言ったとしても、もしかしたら断られちゃうかもしれない。ごめんなさいって言われちゃうかもしれないからね。だから結構ハードルが高いなって、感じる人も多いんじゃないかな。結果的にというか、これは結果論なんだけど、日本ではね、実際に、様々なデータが出ていて、恋愛をしないような、そういう若者が増えていってるんだよね。で、告白文化というものが日本の恋愛においてある理由について、今結構長々と喋ってきたんだけど、簡単にまとめるとこうなりますね。もともと異性間の、もともと日本では、異性間の出会いっていうものが少なかったから、男女が交際してるっていうことは分かりやすかったんだけど、その後高度経済成長期が来て、異性間の出会いが活発化したから、友人関係か恋人関係かをはっきりする必要が出てきたんだよね。で、その関係というものをはっきりさせるために告白というものが生まれた。これがね、山田教授の見解と、あとは僕の、意見だね。そう。はい。こんな感じですよ。告白文化が日本にある理由。はい。はい。ということで、今回のポッドキャスト以上になるかと思いきや、まだ続きを話させてください。はい。日本の告白文化がなんで生まれたのかっていうことは話したんだけどさ、現在の日本において告白がどのようなものなのかっていうのをみんなに、詳しく話していきたい。さっきも話したみたいにね、この日本の恋愛における告白というものがね、生まれたのが高度経済成長期ならば、この告白文化ってね、長くても日本でここ80年くらいしか続いてないっていうことなんだよ。で、日本の歴史結構長いんですよ。僕が学校で習うような日本史って、結構長いんだよね。その長い日本の歴史の中で、この告白文化、なんと、ここ80年しか続いてないって、そういう風に考えるとね、ごく最近の出来事、この告白文化が生まれたのって、ごく最近の出来事っていうことできるよね。で、もともとなかったこの告白文化が、いきなり生まれて、そしてこの現代社会に残っている。果たして告白って、現代社会にマッチしているのかなって、そういうこと気にならない？気にならないいや、僕は気になるよ。気になるんだけどさ。僕の個人的な意見だとね、この告白、日本の恋愛における告白文化はね、現代の社会にマッチしているかどうかは正直わからない。もしかしたら告白は現代の社会にマッチしていないのかもしれない。告白がない方が、若年層にとってはね、もっと恋愛に積極的になるような、そういうチャンスになって、日本にとっていいことなのかもしれない。だけど、まず、この日本の恋愛においての告白というものが、いいものなのか、悪いものなのかっていうことは、一旦考えないようにしたい。一旦考えない。そのことは一旦考えずに、とりあえずこの告白っていう行為がね、すでに日本の文化の立派な一部になってしまっているっていうことが事実だと思っていて、これに目を向けていきたい。告白というものがあることによって、日本の若者とか若年層はね、恋愛にハードルを感じているのかもしれないんだけど、告白はね、もう日本の文化ですよ。もう立派な文化です。だから日本の文化に告白文化があるっていうことをもう前提として
僕たちは生きていかなければならないんだと思うんだよね。人と付き合うにはね、やっぱり告白というものが必要で、それは日本人にとってもう当然のことになっちゃってるんだよ。だから告白が必要なのか必要じゃないのかっていう、そういう議論よりも、どのように告白するべきかっていうことを考える日本人がとても多い。もうみんなにとって当たり前なの。告白しなきゃいけないっていうのは。みんな日本人が頭を悩ませるのって何かっていうと、どうやって告白するかっていうことだよね。どうやって告白すれば成功するのかっていうことを日本人考えてます。特に今好きな人がいて、その人と付き合いたいって考えている日本人は、どうやって告白すればいいかなっていうことを今必死に考えてるんだよね。うん。じゃあ、日本の恋愛にね、なぜ告白文化が存在するのか、なぜ告白文化ができたのかという問いに答え終わったので、日本のね、現代の、告白っていうものがね、どういうものなのか、どうあるべきかについて、細かく見ていくことにしますよ。うん。はい。みんなさ、理想の告白ってどういうものだと思う？うん。てかみんなさ、告白したことある？それとも告白されたことがある？あとはもしかしたら今僕のポッドキャストを聞いている人の中で、これから好きな人に告白するっていう人がいるかもしれない。うん。その人の生まれた地域とか国では告白っていう文化がないけど、日本人のことが好きだから告白するっていうそういう人がいるかもしれない。うん。ちょっと待って、水飲ませてちょっと喉乾いてきたわ。でね、現代でどういう告白がされてるかっていうことだよね、日本で。今はね、こうやって僕がネット上に、ポッドキャストを公開してみんなに見てもらってるけど、こんな感じでさ、ネット上でコミュニケーションがもう全部完結する時代になったじゃん、今ってさ。うん。だから、好きっていう思いを伝える、その告白をするのにも、わざわざ対面でやる必要はないんだよね。うん。で、学生時代はね、あの人、好きな人に告白したらしいよみたいな、そういうことってね、学校内ですぐ噂になったんだよ。うん。例えば、そうだな、学生時代は、その修学旅行先とかでね、告白をする人が多かったよね。なんでだろう。そういう、イベントごとだとね、その、告白する学生が多いよね。その体育祭とか、学園祭とか、あとは修学旅行とかね。非日常空間だからね、ちょっとロマンチックな雰囲気になるんだと思うんだけど。うん。だけど学生同士ってさ、すぐ噂広まるじゃん。いや、あの人が好きな人に告白したらしいみたいな噂。そういうのってすぐ広まるんだよね、学校中で。あとは、あの人が、この人を好きらしいとか、そういう誰が誰に好意を抱いてるかとか、そういう情報もすぐ広まるじゃん、学校って。日本だとそういう情報すぐ広まっちゃうんだけど。だからね、その、学校にいる、他の生徒、僕の友達とかがね、どういうシチュエーションで、好きな人に告白したのかっていう、そういう情報とかはね、結構すぐ、その話題になってたんだよね。うん。で、その中にはね、そのメッセージアプリで、その思いを伝える人もいたんだよ。うん。日本で使われているメッセージアプリって何かっていうと、LINE だよね。ほとんどが LINE だよね。メッセージアプリって、国とか地域によって、全然使われているもの違うと思うんだけど、日本だと LINE とかが多いかな。あとは、
インスタグラムとかも使っている人多いのかな。うん。まあ学生だとね、そうやって、まあ LINE とかで告白を、済ませるみたいな人、まあ多いと思う。うん。まあだけどね、まあ大人になってからは、まあそもそもね、あの人がどういう風に告白したかとか、そういうシチュエーションって、そもそも噂にならないよね。うん。そうだし、まあ、友達が誰かと付き合うっていうことになっても、まあ、その友達が新しく付き合う人について、まあ、自分自身っていうのは僕がね、知らないことが多い。うん。まあ、学校での恋愛ってさ、まあ、ほとんどが、その学校内で行われるから、まあその誰と誰かが付き合った、誰かと誰かが付き合ったってなった場合、その二人について知ってる場合が多いんだけど、まあ大人になるとね、その交友関係の幅も広がって、まあ友達がね、まあ特に僕が知らない人と付き合うってことは本当に多くあることだよね。うん。だからね、まあ何が言いたいかっていうと、周りの人が、まあ、どういう風なシチュエーションで付き合ったのかっていう、そういう情報はね、もう入ってこないんだよ。うん。そう。だから、正直、日本人の僕でもね、理想的な告白って何なのかっていうことは、よくわからないんだよね。うん。まあ、だけど、まあ、どういうパターンが多いのかなっていうのをちょっと、気になったので、調べました。うん。で、まあ、ちょっといいデータがなかったから、まず最初、まあ、高校生のデータになるんだけどさ、まあ、僕もね、現代の高校生っていうのが、どういう告白するのかっていうのを知らないんだけど、LINE だよね。まあ、さっき紹介したメッセージアプリの LINE がですよ、調査を公開してました。調査結果を公開してました。高校生がどんな方法で告白したかっていうその割合をね、公開してたんだけど、一番多いのが、会って言葉で伝えたということだよね。で、2番目が LINE で伝えた。LINE の割合が結構多いね。会って直接告白するのと、LINE で告白するのだと、まあもちろんね、会って言葉で告白する人の割合の方が多いんだけど、そんなに差がないね。だから今の高校生でも、まあ未だに LINE を使って告白をしているっていうことだよね。で、3番目が、まあ、紙のラブレターとかで伝えるっていうことだよね。へえ、あ、なるほどね。だから今も昔もあまり変わってないのかな。まあと言ってもまあ僕自身がね、まあ、そんなに高校生だったのが昔っていうわけではないからね。だからあまり変わってないんだろうな。まああと10年とかしたら、その告白の方法とかもね、まあどんどん変わってくるとは思うんだけど、まあ多分だけど、まあ僕の親世代からするとね、まあ LINE で告白するっていう、そういう概念はなかったんじゃないかなって思うよね。うん。まあそうだね。まあこう見るとね、まあ会って言葉で告白する人がまあ一番多いけど、まあ結構アプリで告白する人も多いっていうことだよね。うん。まあただね、まあ面白いデータもあってですよ。こちらを見てください。もし告白されるとしたら、嬉しいと思う告白の方法について、調査結果が出てました。で、これさっきの調査結果と同じだね。その LINE が高校生を対象に、調査した結果なんだけど、だからこれを見ると面白いよね。さっきのとちょっと結果が違うっていうかさ、一番理想的だなと思われてるのが、会って言葉で伝える告白っていうことなんだけど、これが全体の約8割だよね。男性と女性だと、まあ女性の割合の方がちょっと多いんだけど、で、先ほど結構上位に来てた、というか2番手に来ていた LINE での告白は、ここだと4番手だね。うん。
だから、直接会って言葉で告白してほしいって考えてる人が、LINE で告白してほしいって考えてる人よりもだいぶ多いっていうことだよね。で、実際にどうやって告白したのかということについてはさっきの調査結果で見たけど、これだとさ、LINE で告白した人が多いじゃん。だから、理想と現実でかなりギャップがあるっていうことがわかるよね。うん。だから、対面で告白されると、嬉しいって考えている人が、約8割にも達しているから、直接会って言葉で告白してほしいな、というか、直接会って言葉で告白するのがいいんだなって分かっているけど、多分便利だからっていう理由で LINE で告白を済ませている人が多いんじゃないかなって思うけどね。こればかりはね、僕はもうおじさんなんで現代の高校生にその理由についてね、聞いてみなきゃいけないんだけどね。うん。で、他にもいろいろ面白いデータというものがありました。はい。これはどういうものかっていうと、マッチングアプリで、出会って交際した女性へのアンケートの結果なんだけど、だからね、普通のデータと違うのは、これはマッチングアプリ経由の出会いに限った話になっているっていうことだよね。これを見るとね、マッチングアプリで知り合った男性に告白された方法はと聞いたところ、1位は 72.5% で実際に会った時ということで、そしてね、その下を見てもらうとわかるんだけど、実際に会った時に告白された女性の9割が相手の男性と付き合ったという結果らしいんだよ。うん。ここから何がわかるかっていうと、実際に対面で会った方が告白が成功する確率が高いっていうことだよね。うん。はい。だから、今からね、その LINE で告白するか、それとも対面で告白するかということを、悩んでいる人がいるとするならば、多分、対面で告白した方が、その確率、成功確率っていうのが高いんじゃないかなと思います。はい。で、あともう一つ調査結果があってですね、これは結構ね、日本独特のデータだと思うね。これはどういう調査かっていうと、何回目のデートで告白されたいかっていう質問に、女性が答えたものだね。1位は3回目、かっこ52.9%で、半数以上の女性が3回目のデートで告白されたいと回答していました。はい。で、また2位は2回目で13.9% でしたということだよね。だからかなり違うね。うん。3、3回目が50、3回目に告白してほしいっていう人が52.9%で、2位の13.9%大きく突き放してるっていうことで、はい。だから、3回目に絶対告白した方がいいんだね、これね。うん。ちょっと好意がある人に、告白、いつのタイミングがいいかなって考えてる人がいるとしたら、3回目にしてください。はい。で、これはね、ちょっとね、僕のところにもね、3回目がいいんじゃないかっていう情報は入ってきていて、どういうことかというとね、なんかね、日本にこうやって住んでると、なんか告白は3回目のデートでやるべきだみたいな、なんかそういう風潮は感じるんだよ。うん、例えばね、友達が、ちょっと好意を持っている人と、そのデートに行った時に、3回会って何もなかったら、
あ、もうダメだね。もう付き合えないね。みたいな、そういう会話を聞いたことがあるんだよね。うん。で、あとは例えば、次のデートが3回目です。みたいな会話をしてるときは、あ、じゃあ次付き合うんじゃない、告白されるんじゃないとか、そういう会話をすることがあるんだよね。だからね、この3回目って結構重要な数字。デートにおける3回目はかなり重要なデートになるんではないかなと思いますね。はい。さっき紹介したデータはね、そのマッチングアプリ経由の出会いだから、マッチングアプリだと、えーそういう場合が特に多いのかなって思うよね。そのマッチングアプリを使ってるとさ、時間が大事だというか、マッチングアプリを使うと、もう本当に簡単に異性と出会えるじゃん。もう次から次へと自分と趣味が合いそうな異性と出会うことができると思うんだけど、だからその分、その人が自分の恋人になるべきなのか、それとも恋人になるような存在ではないのかっていうことを、もう早めに決めて、その次の可能性にチャレンジした方がいいわけじゃん。だから、例えば3回目で決めちゃうのかな。その4回目と5回目のデートってなると、ちょっと時間がかかりすぎるって考えちゃう人も多いのではないかなって思うけどね。特にマッチングアプリを使っている場合だとね。うん。そう。だから3回目に告白することがいい。そういうふうに考えている女性が、半分以上いるっていうことになると、もう、この日本独自に発展した告白文化はね、もう、ずっと独自の発展を遂げてるね。多分だけど、高度経済成長期にその告白文化が生まれた頃は、3回目に告白するみたいな、そういう風習は多分なかったんじゃないかなって思う。その風習っていうのはね、多分ここ最近に生まれたものなんじゃないかなって思うんだけど、だから、この告白文化、高度経済成長期に生まれてから、さらに今も独自の発展を遂げてるって思うんだよね。その作法みたいなものが形成されつつあると思うんだよ。うん。だからこの日本の恋愛はね、その独自性に、さらに一段と磨きがかかってきてるような気がしますよ。はい。で、今ね、高校生のデータだとか、マッチングアプリ経由の恋愛のデータだとか、もうみんなにね、紹介したんだけど、もちろん、理想の告白シチュエーションとかね、方法とかっていうのは、年齢とか地域とか、その環境によってだいぶ変わってくると思うから、みんなもちょっと、すべてがすべて僕が言ったことが正しいとはちょっと思わないようにしておくといいと思います。はい。だけど大まかには日本人の恋愛はこういう感じだよってことは、多分合ってると思うからね。うん。で、あとはね、やっぱり、昔はね、告白っていうものは、男性から女性に対してすることが、普通だったかもしれないんだけど、それに加えてね、あとはさっき紹介した調査は、女性から見た男性の告白について、取り上げたものだったんだけど、今ではね、もう、今ではっていうか昔もなのかな、女性から、男性に告白するっていうこともう、普通のことではあるよね。うん。はい。で、ここまで日本の告白文化について、その特徴と、細かいところ、その詳細までね、話してきたんだけど、恋愛において、大事なのは、人生のパートナーを見つけてから、その後どうするかっていうことだよね。そうでしょゴールが付き合うことではないじゃん。その後もその二人の関係性について、ちゃんとね、考えていく必要があると思うんだけど、
これから話す内容っていうのは、日本人は告白の後に愛情表現しなくなっていくっていうことですね。はい。で、さっきまで話してたみたいに、付き合うためにはね、好きっていうことを相手に伝えなきゃいけない。告白をしなきゃいけない。それはね、さっきまで話してるね。それが日本の文化。だけどさ、日本人ってね、愛情表現がすごい下手なんだよね。下手っていうか、苦手なんだよね。うん。で、日本人ですよ、僕は。日本人の僕からするとね、日本に来ている、外国人観光客を見てる時とか、あとは僕が海外に行ってね、びっくりすることっていうのがたまにあるわけ。うん。どういう時にびっくりするかっていうとね、特にカップルが、公共の場でね、キスとかして、スキンシップとか取って愛情表現をしている。そういう光景を見ると、あ、日本人はやらない行為だな、日本人はこれやらないだろうなっていう風に思うんだよね。うん。日本だとね、カップルが、公共の場で手をつなぐことっていうのは結構あるんだよ。うん。だけど、キスとかハグとかそういったことをする人ってあまり見ないんだよね。うん。で、日本人は結構恥ずかしがり屋っていうことはね、世界で有名なことだと思うんだけど、あとね、自分が思っていることとかをあまり、外に出さない。うん。そういう種類の人間だよね、日本人っていうのは。で、それと同時に、愛情表現もね、公共の場でするのはちょっと苦手。うん。公共の場だけじゃなくても、カップル同士でもね、他の国の方々と比べたらちょっと愛情表現するの苦手なんじゃないかなって思うんだよね、日本人は。うん。で、さっきさ、告白文化が日本に誕生した理由について、説明したときに、山田教授っていう人を、紹介したと思うんだけど、この山田教授はね、既婚者の人、だからつまり、もうすでに結婚している人を対象に、愛情をパートナーにどのくらいの頻度で言葉で表現しているのかっていうのを調査したんだよ。で、その結果っていうのもね、ちゃんと公表してるんですよ。はい。どういう結果だったかというとですね、はい。こちらです。愛情を表現する言葉は、お前を愛しているとか、あなたが好きに限りませんが、その表現を1年間全くしない夫婦が、ほぼ半数近く、月1回以下も3割ほど。はい。こういう調査結果があったらしいです。はい。半分の夫婦が言葉による愛情表現を1年間全くしない。うん。で、月に1回も言葉による愛情表現をしない、夫婦っていうのも3割いたっていうことなんだよね。みんなはさ、このデータを見てどう思う日本人の僕からすると、そんくらい愛情表現しない人がいてもおかしくないのではないかなって思うんだよね。だけどさ、国によってはやっぱり夫婦同士で、言葉でね、愛してるよとか、好きだよということを、頻繁に言う人もいると思うんだよ。うん。だから、多分これはね、国によって本当に感じることはバラバラだと思う。うん。みんなはどう思った？うわ、少なすぎるよって思った？それとも、いや、そのくらいの愛情表現の頻度が普通だと思うよって思った？うん。はい。こんな感じなんですよ。1年間全く愛情表現を言葉でしない夫婦が日本では半分ぐらい。うん、で、この下にも書いてあるよね。既婚者よりは愛情を言葉で表現する人は多いですが、それでも全くしない人は8人に1人います。
これは何のことかっていうとね、結婚前、結婚していないカップルについての調査結果だよね。8人に1人が愛情表現を言葉でしない。全くしないらしい。これはちょっと悲しいよね。カップルだったら日本人でも好きだよとかちゃんと言う人、多いかなとは思うんだけど、8人に1人は愛情表現をしないらしいんだよ。で、この山田教授のね、見解をちょっと紹介するとすると、日本だと、告白が終わった後にね、2人の関係っていうのは恋人関係になるわけじゃん。今までの、友人関係から、アップグレードするわけだよ。そうすると、それが新しいステータスになるわけ。恋人関係っていうステータスだよね。で、その後に結婚したらまた新たなステータスにアップグレードされるわけよ。二人の関係っていうのは。それが夫婦関係だよね。で、例えば、その恋人関係になる。そして夫婦関係になるって、そうやってステータスが変わっていくたびに、二人の間の愛は当たり前のものになるらしくて。で、だから、黙っていても、その愛を当たり前のものとして認識している。それを分かり合える状態になっているのではないかっていうのが、この山田教授の見解なんですよ。で、一方で、欧米の文化圏だと、例えば人が求め合うことによってその関係が維持されるっていう、そういう考え方が、根強いから愛情表現を常に行う。これがね、山田教授の見解です。僕的にはね、この山田教授の見解は、かなりしっくりきたね。すごいしっくりきました。日本はね、やっぱりどちらかというと、恋愛においては、曖昧な時間帯を作らないよね。だから、付き合い始めた日っていうのを明確にするし、その付き合うまでは、スキンシップとかをあまり取ったりしない。付き合ってから、キスとかハグとかするようになる人が多いかなって思う。で、一方で、欧米型の恋愛だとどうかっていうと、日本人の僕からするとちょっと曖昧な時間帯があるなっていう風に感じるんだよね。お互いがお互いをガールフレンド、ボーイフレンドって認識する前のその曖昧な時間あるじゃん。自分はボーイフレンドなのか、自分はガールフレンドなのか、ちょっとよくわからないみたいな、そういう時間帯がある。だからちょっと曖昧だなって思ったりするんだけど、ここで僕がね、これ面白いなって思ったのは、恋愛以外の社会っていうのを見てみると、日本と欧米とでは、日本と欧米はちょっと逆？恋愛文化と逆だと思うんだよ。何が言いたいかっていうとさ、日本人は恋愛においては、曖昧な時間帯がないじゃん。結構しっかり、恋愛の関係性、二人の関係性っていうのをしっかり決めるでしょ。だけど、日本人ってさ、曖昧な表現好きじゃん。よろしくお願いしますとか、大丈夫ですとかさ、そういう言葉ってさ、そのシチュエーションによって、その意味が変わったりするでしょ。で、日本語を学んでいるみんなからしたら、もう経験があると思うんだけど、その曖昧な日本語の言葉って、その外国人からしたらさ、ちょっとその意味が分かりづらいこともあるじゃん。で、こんな感じで、日本語にね、曖昧な言葉が多かったりとか、日本人の行動に、曖昧な行動が多かったりする理由ってね、日本人は、やっぱり他の人、他者との関係性に波風を立てたくないっていう特性を持ってるからなんじゃないかなって思うんだよ。これはね、僕のポッドキャストでも、何回も、紹介している通り、日本人はね、他者との関係性に波風を立てたくないから、本音と建前って言ってね、
自分が本当に思っていることを相手に伝えないとか、そういうことをしたりするんだよね。うん。で、一方で、欧米型社会は、僕からするとね、契約社会だと思うんだよ。すべての物事に白黒はっきりつけるっていうイメージが僕の中であるんだよ。その欧米型社会に対してね。うん。で、曖昧さっていう観点で見るとさ、付き合っているかどうか、その、二人が付き合っているかどうかをはっきりさせたがる日本の恋愛文化って、もともとの曖昧、もともとの日本文化、だから曖昧さがとても多い日本の文化と少しかけ離れているような気もするんだよね。うん。で、これってなんでなんだろうって考えたわけよ。だって面白くない？日本人はさ、曖昧なことは大好きなのに、えー恋愛においては、その白黒はっきりつけるわけじゃん。付き合っているのか、付き合っていないわけ、付き合っていないのか。うん。で、なんで日本人は恋愛において白黒はっきりつけたがるのか。うん。この理由について考えたんだけど、僕の個人の意見としてはね、他者からどう見えるかっていうことを日本人がよく考えるからなのではないかなって思うんだよ。うん。そもそも日本人が曖昧な言葉を社会で使うのって他者からどう見えているかっていうことを考えているからなんだよね。うん、他者との関係性を崩したくないからなんだよ。うん、で、ここでね、また山田教授の記述について触れたいと思うんだけど、世間体という心理的な圧力も、開墾社会の成立に大きく影響しているって述べてるんだよね。で、開墾社会って何かっていうと、みんなが結婚している社会。だからその高度経済成長期のことだよね。うん。こういうふうに山田教授は言っておられます。はい。つまりこの教授は何を言ってるかっていうと、高度経済成長期は、みんながみんなしてたのは、とか、結婚するのは当たり前だった。で、結婚しなければ他人から変と思われるっていう空気があったんじゃないかなって僕は解釈したわけ。うん。そう。そんな感じでね、その、他人がどのように自分たちのことを思うのかっていうのを考えるとすると、告白してその二人の関係性をはっきりさせることが一般的になった日本社会で、曖昧な関係性を築くっていうのは世間体的にも変になるわけよ。変なことなのよ。うん。だから告白してその関係性をはっきりさせるっていう日本人の習慣が今も根強く残っているのかなって思う。どう？この僕の見解。基本的にね、他人の目を気にするとかっていうのは結構日本人やりがちなんですよ。うん。他人の目を気にして挑戦できない、新たな挑戦ができない日本人がいるとか、そういうことってね、結構、ビジネス番組とかでもね、議論の対象になったりするんだけど、そんな感じで、世間的に僕たちってどう見られてるのかなとかっていうのを気にしている日本人が多い。てか日本人はそういう社会、日本はそういう社会なんだよね。うん。だから、この人が恋人です。この人と付き合ってますっていうことをはっきりさせる。そこに白黒つけていない人は、あの人ちょっと変じゃないって思われちゃうから、日本人はね、ずっとこうやって恋愛に関しては曖昧にしないんだと思うんだよ。うん。だから、ちゃんとね、切り替える。恋愛スイッチ、友人関係から、恋人関係に切り替えるスイッチっていうのは、今でもちゃんと機能しているというか、そのスイッチのために告白をしている。告白がそのスイッチの役割を担っているっていうことだと思います。はい。ちょっとね、これ、かなり深い話になりましたね。僕もね、今回、このテーマについて考えるのとても面白かったです。はい。確かにそうだよなとか、そういう日本人としてね、考えてみて共感するような内容が多かったので、とても興味深かったですね。告白文化っ
っていうのは、さっきも話したみたいに、若者の恋愛に対するハードルっていうのを、上げてしまっている可能性も結構あると思うんだけど、日本独特の文化だと思って、共存していくしかないのかなって思うし、そもそもその告白文化っていうのが、なかったとしたらね、どうやって恋人になるのとか、そういうことをね、日本人は見失ってしまうのかなと思うので、日本人、一人の日本人としてね、この日本の恋愛における告白文化を大事にしていこうかなと思っております。だし、この告白文化がね、高度経済成長期に、生まれたということならば、それはね、一番多く見積もっても、ここ80年の出来事だよね。だからもしかしたら、また50年後とか100年後にはね、その日本の告白文化っていうものが別の形に変わってるかもしれないから、そういう未来について考えてみるのもちょっと面白いかなって思いました。でもね、僕の寿命はあと何年残ってるんだろうな。生きているうちに、日本の恋愛文化のその、変化っていうものが、観察できたら面白いなって思うけどね。うん。はい。ということで、いかがでしたかね、今日のお話は。楽しかったですか？うん。多分僕のポッドキャストの、タイトルとか、サムネイルとかを見たらね、こんなに深く、告白についてね、話すとは思ってなかったっていう、そういう人多いと思うんだけど、頑張って調べましたよ。はい。日本人の僕としてもね、知らないようなこととか、歴史的なこととかあったので、かなり興味深いなと思っておりました。はい。はい。最後にですね、皆さんにちょっと聞きたいことがありますよ。はい。日本の告白文化、これはね、かなり、世界的に見ると、すごい独特なものだと思うんだけど、欧米式の、恋愛と比べて、どっちが好きですかね？うん。そうやって、付き合っている、付き合ってないっていうことを明確にする日本の恋愛文化か、そのちょっと好意がある相手と相性が合うのかとかっていうのを、正式に、ボーイフレンドガールフレンドの関係性になる前にいろいろねスキンシップを取ったりするっていうそういう欧米式の文化、欧米式の恋愛、どっちが、いいなと思うでしょうか？はい、ぜひ皆さんに意見があったらコメント欄等でその意見を聞かせてください。はい、ということで今回はね、日本の恋愛について語ってきました。実はね、日本の恋愛について語るのは、2回目だね。確か半年くらい前に日本の恋愛についてのポッドキャストを録音して公開したんだけど、それから半年ぶりでした。で、その恋愛について語ったポッドキャストはね、割と人気がある内容だったので、多分みんなね、日本の恋愛についてすごい興味あるのかなって思うんだけど、僕はね、こうやって大量に情報を調べないと恋愛について語れないような人間なんで、その恋愛についてはね、かなり疎い人間なんで、多分ね、次回、恋愛について語るポッドキャストをするとするならば、また半年後になるかなと思います。はい。はい。ということで、本日のポッドキャストはこれで以上になります。次回のポッドキャストもぜひ楽しみにしていてください。それでは次回のポッドキャストで会いましょう。バイバーイ。